こんにちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、カワハギっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、カワハギっていうことでね、大好物のお魚買っちゃいました。ほんでね、カワハギ僕ずーっと探してたんですよ。でもね、今年カワハギのこのぐらいのサイズ感のやつが本当に取れてなくて、僕らの地域ではもうシーズンがほぼ終わってしまったんですよ。今のシーズンでも肝入ってるのはおると思うんですけど、少ないんですね、この時期になると。なのでネットで買ってみました。天下のアマゾン様で1尾8000円っていうカワハギが売ってたんで、何それ素敵と思って5匹買っちゃいました。5匹も買えばまあ個体がおるだろうと思って来たカワハギがこちらでございます。でかいですよね。分かってはいたんですけど、やっぱり養殖ですね。もしかしたら天然が来るんじゃねえのかなっていう淡い期待はしてましたけど、養殖でした。天然のカワハギと養殖のカワハギ、どこで見分けるかというと、僕もね、専門家じゃないんで、ここまで詳しくはないんですけど、魚ずっと見てきて、あ、ここだなって思うポイントは、まず、色が黒っぽいです。すごい黒っぽいですよね。天然のカワハギはもっと縞模様がはっきりしてます。縞模様もあるんですけど、縞模様の前にまず黒いが来ますよね。真っ黒けっけです。多分これは日焼けで黒くなっちゃってるのかな、ちょっとわかりませんけどね。とにかく黒っぽいのが多いですね、養殖には。で、あと決定的なポイント。ここはね、皆さん見てほしい。尻尾とかヒレとか、こういうところ、ガジガジですよね。全部、みんなガジガジです。ほら、ね。これとかすごいですよね。これはね、カワハギ同士で、こう、つっつき合っちゃったり、あと網とかで擦れちゃったりして、こうやってヒレがギチャギチャになっちゃうんですって。こういうカワハギは養殖が多いですね。でも養殖のカワハギってものすごく育てるのにコストがかかるんですよ。なのでめちゃくちゃ高級魚なんですよ。で養殖のカワハギ何がいいかというと、肝がパンパンなんですよ。絶対に。天然のカワハギだと肝パンパンのやつに出会える確率はほんと低いですよ。養殖だと間違いなく肝入ってるんで、間違いなく美味しいカワハギが食べたい場合は、この養殖のカワハギを買うと間違いないかもしれません。でも天然のカワハギのこのぐらいのクオリティのものと養殖を食べると、やっぱり天然のカワハギの身の質、肝の香り、油のさらっとした感じ、養殖と天然とは違いますよね。養殖がまずいって言ってるわけじゃないんですけどね。はい、というわけで今日はこちらの肝パンパンのカワハギを使って禁断の料理を作っていきたいと思います。カワハギの肝あえ丼でございます。カワハギの肝あえ丼は本当にうまいんですよ。じゃあ今日は2匹ぐらいさばきましょうか。あと2匹は家族にあげます。こいつが一番すごいな。こいつとこいつ。ちなみに1匹あたりの値段は全部一緒ですからね。この2匹にしましょう。では肝を見ていきましょうか。もうここ締め跡があるんで、ここからビビビビビッといきますよ。半端ねえわ。やっぱりすごい。これが養殖カワハギの肝。うまそうですね。こっちはどうだ。多分こっちやばいですよ。もっと詰まってると思います。よっと。うわ、すげえ。このでかさやばいな、これ。うまそうですね。ほんで、養殖のカワハギは、卵がね、小さめなんですよ。時期によると思うんですけど、卵が小さいんですよ。天然のカワハギだとお腹パンパンなんだけど、肝が少なくて卵がめっちゃ多かったみたいなパターンが結構あるんですよね。養殖はそれがないですね。とにかく肝臓がでかい。この肝のでかさ。とんでもないですよね。で、まず肝を外しちゃいましょう。肝外すときはここですね。ここで繋がってるんで、カコッと。肝がぬるぬるぬると取れます。で、肝が取れたら、腸と、これ、黄色い、この綺麗なやつ。これが、苦玉。胆のですね。これだけは絶対潰さないように。ここ黄色い色素がついちゃってるんですけど、それはこう苦玉がずっとここにあったんで、その苦玉の色素がついちゃってるって感じですね。割れたんで黄色くなってるってわけじゃなくてね。もう一回取り方いきます。ここで繋がってるんで、ここに指入れて、はい、今外れました。そしたら、ゆっくりと外していきます。こんな力はいらないんですよね。で、ここ苦玉が残るんで、苦玉をプッと外すと。はい、これ肝ですね。ちょっと洗いましょう。そしたら肝洗いましたら、冷水を用意して、そこに日本酒をシャーっと入れます。で、お塩をちょんと加えます。で、混ぜ混ぜ。で、ここにつけて置いておきます。臭み抜きですね。
そしたらカワハギ下ろしていきます。で、こんだけ頭大きいと、頭も食べれるとこ結構あるんですよ。煮付けとかにしても、割と晩酌でつつけるぐらい肉がついてますんで、こう頭も剥いちゃって、こういう感じ。で、ここにエラが入ってます。なので、ここ切っちゃって、こういう感じで。で、ここですね、エラ入ってるんで、エラを抜いちゃいます。付け根をシュッと切れば、プンとこう抜けますんでね。こんな感じですね。で、くちばしをパンと切っちゃえば、これで煮付けにしたらうまいです。角切って、で、切ったところからペリペリペリと。まあ、どっからでもめくれますけどね、カワハギだったら。で、ここにエラですね。ここ外して、パカッと開いて、ここ付け根を切って、エラをクリッと抜いちゃいます。こんな感じ。では、カワハギさばいていきます。で、カワハギを刺身用にする際に2パターンやり方があって、1つは、この段階で皮剥いじゃう。取っかかりをどっか1個作って、ビリピリピリっとめくっちゃいます。おー、さすが洋食だな。身にも油乗ってますね。鮮度もいいですね。抜群。で、ここでおろしちゃいます。こう持ちながらペリ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 っとめくっていくイメージで。こういう感じで。よいしょ。はい、片身取れました。さっき一頭おろしみたいな感じでやったんですけど、本おろしでこういう風にやった方がおろしやすいですかね。で、ここに縁側ついてますんで、縁側はできるだけ残して、こう入れて、尻尾から、はい、こんな感じですね。で、まだ薄皮がついてますんで、この段階で腹骨をすいてしまって、腹骨というかね、なんだろう、中骨みたいな感じですね。カワハギはこの腹骨という腹骨がないんですよ。で、ここにまだ血合い骨が入ってますんで、このぐらいの大きさだったらこう割っちゃいます。割って血合い骨を取ります。で、血合い骨を取ったら、ここ薄皮ですね。薄皮を引いていく。こんな感じ。こっち側も一緒。こんな感じですね。もう一回いきます。お腹の膜と血合い骨の延長をちょっと落として、で、こういう締めた後の血がついてるところ、ここはちょっともったいないんですけど、刺身で食べる場合臭いので、取っちゃいます。で、ここで血合い骨を一回落とします。で、血合い骨が落ちたら、薄皮を引いていく。包丁とまな板をピタッとくっつけて、シュッと。これであとはお刺身状に切っていくだけ。で、もう一個のやり方が、この硬い皮ついたまま、このままおろしていく。その場合は包丁をこうやっていくんじゃなくて、取っかかりここからこう入れてください。こうだとなかなかね、包丁が入っていかないんですよ。なので一度この取っかかりから皮を切って、ガイドラインを作ります。ガイドライン作ってあげないとなかなか包丁が入っていかないんですよね。で、ガイドライン作ったら骨に沿って身を剥がしていくと。普通の魚みたいに3枚おろし。こんな感じですね。こっち側も一緒。まずはガイドラインを作って、で、身をおろしていく。こっち側もですね、ガイドラインをしっかり作って、おろしていく。こんな感じ。そしたら、腹骨をすいて、で、この締め跡の血のところ、ここも切っちゃって、そしたら皮を引いていきます。この場合は割らずに1枚で。こんな感じですね。そうすると薄皮がこっちの本皮についてきます。で、薄皮もボイルして食べたりできるんで、食べる場合はここで薄皮を剥がしちゃってください。ペリペリっと。こんな感じ。どっちでもね、好きなやり方でやればいいと思うんですけど、お刺身用の場合は、こっちのやり方の方がいいのかな。
ちょっとコツがいるかな。速さはこっちですね。間違いなく。こんな感じ。ちょっと白のまな板見にくいんで、木のまな板にしますね。でも、こっからはもうめちゃくちゃ速いですよ。まずは氷水用意して、で、そこにお塩。氷塩水を作ります。そこにカワハギの実を入れていきます。塩水処理ですね。しっかり揉んでいく。で、表面がぬるぬるっとしてきたら OK。で、ペーパーに上げて、水気を取ると。そしたらこっち側はまだ血合い骨がついてますんで、血合い骨を取っていきます。そしたら骨とかが残ってたら、ここで最終仕上げ。結構ね、縁側の周りに骨がついてることが多いんでね。よし、こんな感じですね。そしたら薄作りとかにする場合は、この状態で薄く切っていくと。でも今日は、肝あえ丼なので、肝がよく絡むように、棒状に切っていきます。そしたら背中側はちょっと分厚いので、半分に落とします。こんな感じ。そしたらそれを細く切っていきます。イカそうめん作るみたいな感じで、こういう感じで細切りにします。細ければ細いほど、肝とよく絡みますよね。こんな感じで、どんどん切っていきます。これ結構あるな、この大きさのカワハギを2匹分ってことは。めちゃくちゃ贅沢な丼になりそう。で、お腹側は薄いので、割らずにこのままいっちゃいます。はい、こんなにたくさん取れました。そしたら身をボウルに入れて、で先ほどお酒の水につけておいた肝ですね。で、これね、さっとボイルする人もいるし、このままいく人もいます。肝の鮮度次第なんですけど、この肝はね、かなり鮮度いいので、今日はボイルせずに生でいきます。ほんで、苦玉の色素がついてるところ、これ黄色いところですね。こういうところはちょこっとね、苦味があります。苦味と臭みがね。なので、ここ取りますね。サクッと。完璧に取ろうとすると肝がもったいないので、ざっくりで。よし、こんな感じ。はい、そしたら肝を刻んでいきます。はい、こんな感じに肝が刻めました。そしたらこの肝に、お醤油。醤油は濃い口醤油がおすすめですよ。結構入れちゃいます。で、混ぜと。いい感じですね。いい感じ。そしたらここに、あればでいいんですけど、すだち。これを絞っていきます。こうすると、すだちの爽やかな香りが、肝の生臭さを軽減してくれます。すだちがない場合は、レモン汁とかでもいいと思います。今の時期なかなかすだち手に入んないですもんね。このぐらいの量はもう1個分絞っちゃいましょう。ぎゅーっと。で、混ぜと。はい、これで肝ソースが完成。そしたら先ほど切ったこちらの身に肝ソースを入れていくと。で、これを混ぜと。まそう。もうこれもう反則でしょ、こんなん。で、これで少しだけ冷蔵庫で寝かします。味を染み込ますというか、落ち着かせるというか、20分ほど寝かします。はい、では、20分ほど経過しまして、いい感じです。そしたらこれをご飯の上に、ブワーっと乗せます。ちょっと全部は多いので、ちょっと残しておきますね。晩酌でも食べたいので。こんな感じです。で、ここに、わさび。わさびもね、チューブじゃなくて、一回皆さんね、これ使ってみてほしい。この生の芋わさび。超うまいですから、これ。で、ほじそ。で、朝月もちょっと刻んで、パラパラっと。はい、これで、カワハギの肝あえ丼の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら、カワハギの肝あえ丼でございます。見た目はあまりよろしくないんですよ。正直ね、こうやってあしらいでごまかしてますけど、ひどい見た目です。でもこれがうまいんですよ。このたっぷりの肝が絡んだカワハギの身と白米を一緒にいただきます。うわ。
うめえ。うまっ。なんてうまいんだ君たちは。例えが悪いかもしれんけど、マヨネーズをぶわっとかけたような、そのぐらいの油分があります。本当に魚の肝ですかっていうぐらいの油。うまー。口の中入れた時のインパクトが半端じゃないんですよ。もうちょっとね、生食だと洋食の癖があるんですけど、こいつないな。うまい。高いだけはありますね。1匹8000円ですからね。至福ですね。はい、ということで今日はこちらのカワハギの肝あえ丼ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。もうね、俺正直ちょっと痩せてきたんですよ。結構体重落ちてきたんですけど、またちょっと増えるな、これは。また増えてくる。まあいいや。明日から頑張ろう。はい、7対3ですね。いただきます。うめえ。このカワハギを見ながら食べる肝あえ丼、最高ですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は Amazon で1尾8000円で売ってたカワハギを買って、肝あえ丼作ってみましたけども、あの丼はね、反則。本当にうまい。今回はね、養殖のカワハギだったんですけど、そりゃ天然の肝パンパンのやつに比べたら、養殖独特の香りとか、あと脂っこさはありますね。でもね、天然の肝パンパンなものなんて、本当に手に入んないし、むちゃくちゃ高いんですよ。まともに生け物のバリバリのやつ買おうとすると、1万円ぐらいするんじゃないかな。あのぐらいのサイズで。なんでね、カワハギ食べたいなと思ったら、1年通して安定的に美味しい養殖のカワハギ食べるのもありだなと思いましたね。またいいカワハギが入りましたら動画にしたいと思います。というわけで今日はおしまいでした。バイバイ。